少々風邪気味なので声があんま出ないんですけど。 Hi everyone じゃないの？ Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. What happened to your voice? I got sick from my daughter. なんてそう、風邪ひいてるから水ね、今日炭酸水。乾杯。今日は何？今日はこの動画を回すつもりなかったんですけど、これよこれ見た？もし愛の里をまだ見てない方がいらっしゃったら完全にネタバレな動画になると思うのでスキップしていただいてっていう感じなんですけど。Okay? We're gonna talk about Love Village, this new reality show series that's been それなのにこのトーク動画を撮るの今日。OK? 頑張る。聞こえてるかな？うん、聞こえてる大丈夫です。だって最初別にそんなにそそられないって言ってたじゃん。そう、全然そそられないとか、コンセプトとかもさ、ちょっと年齢層も高いし、なんか他にも見たいドラマいっぱいあるからぐらいな感じだったんだけど、みんなまだ見てないのみたいな感じでちょっとなんか女子と泣き立ててくるから、友達に影響を受けてみましょうってことになったってことね。OK? 見た目どうこうとか年齢どうこうとか言うレベルじゃなく、マジで面白かったいやぜひまだ見てない人は見てくださいっていう感じなんだが、想像をはるかに超えるぐらい面白かったですというところで、ちょっと今日は面白かったポイントとか、なんか私がちょっと愛の里見てますみたいなのあげたら結構どこが良かったですかとか、ここ良かったですよねとかって DM もらったんで、それについてちょっとコメントしていきたいなと思ってます。みんなと話したい。だからこの感情、この見終わったばかりのこの感情をここに一人に抑えきれなくてこの動画を撮っているっていうことなんで、喋りたい人どうぞ。で泣いたシーンが3つあって、3つもあります。はい。プレゼンテーションが始まるのかな今から。1つ目は、おかゆがおかゆって言ったじゃん、コンビニ店員。みんなに分かるようにこれピコーンとか出してくれないの？もちろんコンビニ店員のおかゆが俊平に告白するってなった時、告白した時に、なんか多分全然こうダメなんだろうなと思って彼女は告白するんだけど、脈ないと思って告白するんだけど、脈ないけどもうボールを投げ切ろうってことね。その時にもう明日気持ちよく振ってくれていいか、思いっきり振ってくれていいから、私はそれでもあなたのことが好きみたいなこと言うわけよ。気持ちいいね。でしょ。もうなんかそれまでは結構さ、おかゆってこう、いや私なんかみたいな、みんなキラキラしててみたいな、悲観的になってた彼女が勇気を出してまず告白したってところもすごいし、その告白の内容の言葉一つ一つがすごい力強くて、なんか結構涙したよねあれは。泣いてるやん今。声彼もすごい素敵だったね。彼はどうやってその時は返答したんだっけ？なんか最後明日おかゆに会えないのは結構考えられない、寂しいって思わせてくれた最後のその数日間で、っていうところに答えがあるんじゃないかと。そのどういうところが女性としてこうとか、あの人がいいとか、そういうの一旦雑念を置いといて、単純におかゆにはまた明日も会いたいと思ったって一緒やん私が思ったことと。そうやね。なんか年を重ねても意外と好きとかそういう感情ってすごいシンプルで、でも意外と気づかないところにあったりするよねと思って。ってことはおかゆが俺でシュウペイがあなただったってことかな。一瞬そう見えたと。なるほどね。そこでフラッシュバックしたと。でそれでこう感動したと。でそういう一組ね。今泣いたとこ3箇所だから、ね、そう、ごめんね話長くなっちゃう。で2つ目は、ミナネーっていうさ、最後見たじゃん、60歳のあの人がもう中さんからほぼ告白受けますみたいなのが分かってたようなフェーズで、
中さんが結構アプローチをかけてた踏みんだね。込んだ質問をしてたの、もし家族になったらさとか、そういう話を結構中さんからみなねえにする中でなんか娘の話になったんだよね確か、中さんの娘さんの話になった時に、なんかみなねえがもし私たちが2人で出ることになったとしましょうとなったとしても絶対告白のシーンでキスしないでって言ったのみなねえが中さんに。もうやっぱその思春期の女の子が奥さんでいるから彼女たちにとっては中さんだけがお父さんで亡くなってしまった奥さんがお母さんだからお父さんがテレビの中で違う女の人とキスしてるのは絶対に見たくないはずだから、今回のテレビのルールはキスをして出ていくっていうことだけど私と中さんだったら絶対にしないでって言ったのみなねえが。私バーって泣いちゃったそのシーン。どういう心情で？どっちかというと娘の気持ちになったの私も。なるほどね。もしママが出てて逆のことをされたとかパパが出てて逆のことをされたらこの年でもちょっと悲しいというか恥ずかしいという気持ちもあるじゃん。まあ思春期だからね。そうそうそう18歳ぐらいか20歳ぐらいでしょ。絶対嫌だもん。絶対嫌だね。だからもし自分がラブイズブラインドに娘がいる状態で出たら多分いろんな行動が変わってたと思うんだよね。だから娘が見るかもしれないっていう。そうそうそう。でもそれを自分じゃなくて相手の娘さんのことの配慮っていうことだよね。配慮できるその幅の広さはやっぱこのラブビレッジを通して非常に多くの方がやっぱできてたよね。そうでも特にみなねはさ本当に素晴らしいと思ったしみんな本当にそうだよって思った。なるほど。3つ目は渡さんが泣いてたところ。黒いアゲハチョウ。黒いアゲハチョウのみなねが断るところ。それはなんで泣いたのと。なんとなくみなねがそう言って言うんじゃないかなと思ってた。でも予想してたってことね。中さんの、その何回もあったじゃん奥さんを思い出して泣いちゃうし、本当に忘れられてないんだなっていうのが、彼の目を見れば分かるよね。なんかその状態でなんか番組に出たから無理やり踏み出さなきゃいけないのかっていうのは私は違うんじゃないかなと思ってたの見てて。私渡さんがさ私が例えば来年さ他界したとして渡さんが10年後とかに新しい奥さんを迎え入れてたらちょっとショックだもんね。そう幸せになってほしいけどね。どっちやねん。分かんないそれはさたらい前やからさ別にディスカッションし分かんないどうしよう悲しいそんなのやだ。いや別にだって一人で想像して一人で妄想の世界全体を通してさ今までっていうか最近のさ、リアリティショーラブイズブラインドもそうだけどいろんなのあるじゃん。まあたくさん出てるとかにも圧倒的になんか違うなと思った点は違うなと思ったいろいろ違うんだけど最近のリアリティショーってやっぱりこのリアリティショーを通じてやっぱり有名になってこうみたいなこうめっちゃ言い方悪いけど下心あるなって思う人たちも出てることはやっぱあるし、でそれが間違ってるわけじゃないから、間違ってるわけじゃないから、別に実際それを人生張って出てるからさそれを全然使ってもらって構わないんだけど、でもやっぱこのラブビレッジの方々はやっぱすごい愛とかにものすごく向き合ってる方々なんて感じはやっぱするよね。だからもう40それ60でこれを通じてなんか有名になってなんかそうしようというふうに思ってるというか本当にやっぱ人生最後なんだっていうのを感じさせるものがあるから言葉選び一つ一つみたいなのにちゃんといい意味で慎重さもあるしそれこそ年齢を重ねた経験もあるからだろうから、引き出しも多いんで美しい言葉がやっぱ出てくるなっていうのはすごい俺は思ったけどね。中さんがさ、朝日を見に行きましょうのなんか手紙とかさ、
あんな文もらったらちょっと心動くよねてかなんかさ、相乗りもそうだけどさ、ここにさテロップでさ、日記のさ、やつが出てくるじゃん。ああ、その時の思いがどうだったとかね。今あれもなんかさ、相乗りの時とかとはもう桁が違うぐらい大人なのよ、文章が皆さん。文章はね、だから構成もすごいやっぱ大人だから素敵だし、なんかすごいそれが見ていて、俺の中ではやっぱ気持ちがいいっていうか、なんかドラマみたいだったよね。一番笑ったシーン、それはもう最後の金だよねだからやっぱそうだって、こう思いっきりよくわかんない、なぜっていう、なんかマジでオランウータンみたいなおやめろ最初かっこよくカーンみたいなところで終わんなかった。一発でよかったのにさ、なんかこっちの手にとらわれてなかったのか、こんなことになってて、なんか憑依したのかなみたいなだからそういう時が、今日一日それ思い出して3回ぐらい笑ったもん。何してんねんでもああいう気持ちよさがいいかなって感じ。俺は気持ちよいなら全部笑える。なんか男性って年齢重ねても変わらないところはあるんだねって。でもああいう少年心を持ってる人は多分すごい素敵な男性なんだと思うよ、素敵だ。男性の中でもああいうことをしなくてなんかお高く止まっちゃったなみたいな男性はちょっとこじらせてる感じはあるからさ。俊太郎さんおいこれリアリティショーに出た一般人からするとさ、普通の視聴者さんって例えばターボーがゆうこりんにイケメンだったさ、最初とね、そうこのターボーがゆうこりんに誕生日プレゼントに竹を切ってなんかライト作ってとかしてゆうこりん感動みたいなのがさ、あとはとっちゃんがペットボトルのなんかプレゼントするとか、なんでなんかよくわかんないマーカーで色書い作ってあんなんいらんやろって思うじゃん。あんな工作何してんのみたいな、小学生の工作じゃないんだからって思うかもしれないんだけど、あの状況であの人たちしかいなくて、しかも携帯電話という情報ソースを取り上げられた状態で、マジで小学校とか中学校とかでのピュアな恋愛の感じに戻んのよ、本当にね。ラブイズバイもそうだったけど、そうだね、確かにやっぱり今の社会って情報に溢れすぎてると思う。急に深い話に行くな。いや本当にいやだからその恋愛、本当に心からの恋愛がしづらくなっちゃってるよね。やっぱいろんな人の意見が気になっちゃったりとか、誰かに意見を聞きたくなっちゃったりとか、だから世の中では的にはどういう人がイケメンなんだろうとかを調べたくなっちゃったりとか、だからそういうのが全部ないわけよ。ないしね、自分基準で全部やるから、自分基準でそこの中にいる人たちと本気で向き合わなきゃいけないってなると、でそこにあるものでプレゼントしなきゃいけないってなってくると、なんかああいうことが自然にやりたいってなってくるし、受け取った方も自然に嬉しいんだよね。そう、俺あれは共感したいんです。俺作ってないけど何もこの人だよ本当に私プレゼンも作ったしさ、お手紙も他にもあげてるし、絵も描いたし、プレゼントいっぱいしてあげたのに何もしてくれなかった。何もしてくれなかった。何にもしてくれなかった。嘘でもなんか結局は結構原始的なやり取りっていうのが一番なんか来るだよ、来るものはどうした最後良かったカップルは好き、推しカップル。推しカップルだから、俺推しカップルじゃなくてキャラを聞きたい。どのキャラが好きだったかはキャストの中で。ああそうね。その個人でどのキャストが好きだった？俺が、俺がいいなと思ったな。で結局みんななんかこう言葉選んでちゃんと思いをちゃんとはっきり伝えるっていう力はすごい強いから、これっていうのはないけど、でもやっぱ中さんとかみたいなところの思いっきりの良さとかは好きかな。私はやっぱ女子だから女子を推したくなっちゃうんだけど、みなねとゆうこりんは結構女性として芯があるなってすごい思ったね。
ちょっと違うジェネレーションだけど2人はでもなんか似たようなものを感じたかも。ゆうこりんいきなりすごい美女来たみたいな感じで、なんかみんな男性中5人中3人がゆうこりんのこと好きになっちゃってみたいな感じだったけど、ゆうこりん自体はめっちゃ地に足ついててさ、いや私もこれ人生最後のもう結婚相手探しに来たんでみたいな、こういう条件に合わない人は無理ですとか、なんか男性バシバシ切りまくってたから好きだったなゆうこりん。ああいうサバサバっとしたやつ、サバサバしてたし明確だったね、自分のゴールが。ああなたっぽいね、うん、ゴールここみたいな。男性たち全員に対してフェアにこういう、もし子供が欲しいってなったらどうしますかって言って、多分リュウコリンはみんなから現実的な答えが欲しかったわけよ。冷静に35歳児じゃないんだで、産むってなってもリスクがあるよね、それに対してどう思いますかっていうのに対して、結構男性たちもいや女性の方が欲しいってなったら俺も頑張るし、いらないって言えばもう2人でも家族として全然やってきますみたいな、なんかふわっとしたなんか君に寄り添うよみたいな回答だったのがゆうこりんもちょっと違うみたいな感じになってて、私もそれはなんかすごいゆうこりんちゃんと見てるなーって素晴らしいなと。ああちゃんと判断軸がしっかりしてて、そうそうそう、こう最後のパートナーを身につけに来たんだっていうのをメッそうセージでやっぱ女性は気になるポイントだからさ、そこは、うん、言葉でパッとさ表現できない人は嫌だよね。やっぱそういう子供とかさ、結婚するために来てるんですかとか、なんかそういうのがさこうふわっとしてると嫌じゃん、この年齢にまでなって。almost same age ゆうこりんも結構押せたかな私、うん、ということで他にもこう思ったとかこのメンバーが推しですみたいなのをぜひコメントでください。はい、ぜひまだ見てない人はねラビラジ愛のネットフリックスでやってますから、はい、はい、ちょっとラブイズブラインドシーズン2はないですけど、まだわかんない。あ、そう OK who knows じゃあね、おやすみなさい。 Alright, thank you for watching. Good night. Bye.